こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は積極的に言うべき苦情と絶対に言わない方がいい苦情というタイトルでお話しします。カフェでランチをした時のことです。お店のスペシャルメニュー、フィッシュ&チップスを注文しました。きつね色にきれいに揚がったお魚がテーブルに届けられた時、私はとてもワクワクしました。美味しそうなお魚のフライです。一口かじって、美味しいと感激しました。でも、二口目、三口目に入った時に、口の中で違和感がありました。魚の表面はこんがりと焼けていても、芯の部分がまだ冷凍なんです。テンションが一気に落ちました。早速お店の人を呼んで、その旨伝えて、お魚を料理し直すようお願いしました。この話を後日友人にしたところ、また文句言ったの？と呆れられてしまいました。でも正直その時、私はちょっとイラッと感じました。苦情を言うことはあまり良いことだとは思われません。でも場合によっては苦情を言った方がいいこともあります。今回のような時には、私は積極的に苦情を言ってもいいと考えています。お金を支払って何らかのサービスを受ける際、客の立場ではある程度のスタンダードを期待するのは普通のことでしょう。もし自分の期待外れになったら、何でもかんでも文句を言ってもよいというわけではありませんが、はっきりと言った方が客の立場でもサービス提供者側にも望ましいと考えられる場合もあります。積極的に言うべき時と言わない方が良い時の違いは何なんでしょうか？それはサービス提供者側には落ち度がなく、どうにもならない場合には、たとえお客が満足しなくても言わない方が望ましいです。逆にサービス提供者に落ち度があったり、やるべきことをやっておらず、そのためにサービス基準を満たせないのなら、お客はそのことを知らせた方がいいです。時にはサービス提供者がどうにもならない状況でも、お客さんのためになるよういろいろ尽くしてくれることもあります。そんな場合には、受けたサービスが自分に不都合でも、お客は文句を言うのではなく、むしろ感謝をした方がいいです。例えば、飛行機で旅行しているとき、天候の関係で予定の目的地に降りられないということも起きます。霧が深くて安全に着陸できないから、近くの都市にある空港に降りることも珍しいことではありません。こんな状況なのに、今日の午後は大事な会議があるんだ。どんなことをしてでも、予定の目的地に着陸してもらわないと困る。迷惑なんだよ。どうしてくれるんだ。とブツブツ文句を言う人がいます。航空会社の職員が、申し訳ありません。でも安全上の理由で今はどうしても予定の目的地には降りられません。と説明しても納得せずに怒っています。こういう時には客は自分にとって不都合でも文句を言わない方がいいです。霧が濃くて別の都市にリバートするのは飛行機に乗る以上避けられないリスクです。視界が悪いのに無理に着陸しようとすれば事故につながる危険も大きいです。天候が良くないのは航空会社のせいではありません。航空会社にはどうにもできないことです。乗客を近くの都市まで運んで無事故で安全に着陸することは乗客全員にとってもありがたいことです。このようにサービス提供者側の努力ではどうしようもない場合にはなるべく客の損失が少なくなるようサービス提供者はいろいろ努力をしてくれます。こんな場合にはサービス提供者は苦情を言われるべきでもないし、
どちらかといえば感謝されてもいいと思います。日本の文化ではサービス提供者とサービスを受ける側にヒエラルキーのようなものがあります。お客様は神様ですという言葉があるくらい、お客さんは立場が上だと考える人もいます。そのためサービス提供者側ではどうしようもないことでも満足いくサービスではないからといって、客の強い立場を利用して文句や苦情を言う人もいます。サービスに不満を感じるときには、一時的な感情に支配されることなく、ちょっと立ち止まって冷静になった方がいいです。提供者に落ち度がなくどうにもならない場合には、苦情は言わない方が賢明です。しかし、提供者がうっかりしていたり、やることをやらないから不都合が起きたり、落ち度があったりした場合には、はっきりと知らせてあげた方がいいです。なぜそうなのかは、サービス提供者は建設的な批判を真摯に聞き、それを生かして改善できるチャンスになるからです。そのおかげでサービスがより良いものになり、より多くの顧客を引きつけてビジネスを成功させることも可能です。より良いサービスになれば、お客にとっても嬉しいし、サービス提供側にも利益につながるからいいことです。お客の立場で不満によりイラッときても、怒った様子は見せずに落ち着いてマナーを持って話すことは重要です。言うことは必要最低限のことだけで余計なことを言う必要はありません。お魚の芯が生焼けです。もう一度火を通していただけますか？で十分です。こんな食事を出し上がって、これで客が食中毒でも起こしたらどうするんだというような苦情の仕方は NG です。受けたサービスに満足できないときには、苦情を言った方がいいのか、言わない方がいいのかを考えて、言う場合にはマナーを持って必要なことだけを伝えるといいでしょう。ということで、今回は積極的に言うべき苦情と絶対に言わない方が良い苦情というタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。